俺の名前は秋野大輔。とある企業で働く27歳だ。大学進学を機にアパートで一人暮らしを始めたが、就職先の会社もアパートから近い場所にあったため、大学卒業後も俺は実家に帰らず、そのままアパートに住み続けることにした。さて、俺の所属する部署には社内でも注目を集める人物がいる。佐藤真理だ。真理はこの会社の社長の娘、つまり社長令嬢であり、かなりの美人。おまけに会社の経営にも積極的に関わっていて、俺の直属の上司でもある。しかし、そういう育てられ方をしたのか、はたまたもともとそういう性格なのか、マリの仕事のやり方は周りの社員からはちょくちょく顰蹙を買うこともあった。社長の娘ということで、社員としては距離感に悩むところもあるとは思うが、マリはとにかく上から目線の物言いをする女性だった。それくらい言われなくてもできるでしょ。少しは頭使いなさいよ。遅れるならちゃんと報告しなさいよ。そんなこと小学生だってできるわよ。その物言いは人によってはまるで人を見下しているように映るようで、彼女はいつも給湯室で噂の的だった。それが原因で女子社員が泣いてしまった時は、さすがに俺も女子社員のことをかわいそうだと思ったものだが、それゆえか彼女はそのワンマンさからわがまま令嬢として周りからの評判は良くなかった。そんなマリから俺が仕事を頼まれたのは、とある冬の寒い日のことだった。ここに直接交渉に行ってくれる？もうアポは取ってあるから。あなたも入社5年目ならそれなりの成果上げられるわよね。突然頼まれた仕事。この時俺は入社5年目ということで、それなりに責任のある仕事も任されるようになっていた。まあ責任のない仕事っていうのは存在しないのだけれど、言われるがままに渡されたメモに書かれた会社名に目を通す。その会社の所在地はとにかく超がつくほどのど田舎で、家族経営の規模も決して大きいとは言えなかった。俺がどうしてその会社についてそこまで詳しいかというと、その会社があるのは俺の実家の近くだったからだ。周りからは、秋元くんまた気まぐれに付き合わされてるよ。かわいそう。俺だったらあんなのが直属の上司とか絶対耐えられねえよ。とひそひそ声が聞こえている。しかしこの上司の言うことは絶対。急いで資料と荷物をまとめた俺は30分後には会社の最寄り駅のホームにいた。電車に揺られること2時間半。俺は地元駅のホームに降り立った。仕事にかこつけて帰省どころか実家との連絡さえろくに取っていなかった俺だ。地元に帰ってきたのは正直3年ぶりのことだった。懐かしい田舎の風景が妙に俺を感傷的にさせる。そんな気持ちを押し込めながら俺は指示された会社に向かった。しかし商談の結果、会社の責任者はこちらの申し出に首を縦に振ってはくれなかった。俺も持てる力をフル稼働させて相手に納得してもらえるように努めたが、成果を上げることはできなかった。手ぶらで会社に戻ることになった俺の心は重かった。このままではあの上司に何を言われるかわからない。あんたやる気あるの？向こうがイエスと言うまで帰ってくるな。彼女が言いそうな言葉の数々が一瞬で俺の頭の中を駆け巡り、彼女に怒鳴られている自分の姿が目に浮かぶようだった。しかしさらなる悲劇が俺を襲った。先ほども言った通り、俺の実家があるのは超がつくほどのど田舎。終電の時間は都会の数倍早い。そして例によって俺はまんまと終電を逃してしまった。バスももう終わっているし、タクシーで帰るにはあまりにも距離がありすぎる。俺の頭の中に絶望の二文字が浮かんだ。その時、俺の他にもう一人、ホームに佇む女性の姿が目に留まる。そして俺はその女性に見覚えがあった。
佐藤社長の奥様ですよね。女性は驚いたように俺の方を振り返った。やはり彼女は社長夫人の翔子さんだった。翔子さんは一人佇み、ただただ黙って線路を見つめている。なぜ社長夫人である翔子さんが一人でこんな田舎の駅にいるんだろう。何か訳があるのか。そんなことを考えながら俺は翔子さんに話しかけた。終電逃したんですか？俺もなんですよ。俺の実家この近くなんです。よかったら来ませんか？翔子さんは俺のことを無視してまた線路の方を見つめた。別に翔子さんを俺の実家に泊めようとか思ったわけではない。帰りたければタクシーを使うなり、家に電話して運転手にでも迎えに来てもらえばいい。けれど今日は今年一番の寒さで、今にも雪が降り出しそうな天気だ。こんな寒空の中、社長夫人をこんな人気のない駅に置き去りにしておくわけにはいかない。翔子さんには無視されたものの、俺は実家の母に電話して車で迎えに来てもらうことにした。数分後、見覚えのある車が姿を現した。俺は手を挙げて運転手である母に合図を送った。久しぶり。もう帰ってくるなら早く連絡してくれればいいのに。いや、急な仕事が入ってさ。それより、久々の再会に興奮気味な母をたしなめ、俺が翔子さんの事情を話そうとしたその時だった。あなた、早川さん？早川翔子さんですよね。ちなみに早川は翔子さんの旧姓だそうだ。突然顔面蒼白になる母。膝の上の手はかすかに震えていた。何、知り合いだったの？驚いて声を上げる俺に母は早く車に乗るように促した。翔子さんは駅で俺が声をかけた時以上に驚いた顔で母の顔を見つめている。そして母は俺が車に乗り込むのを確認すると、いきなり車を発進させようとした。まだ翔子さんは車に乗り込んでいない。母さん。俺の言葉に母がハッとしたように急ブレーキをかけた。どうしたんだよ。翔子さんは俺が勤める会社の社長の奥さんなんだよ。そうでなくてもこんな寒いところに女性を一人置き去りにするのか？あの人知り合いじゃないのかよ。それにそんなの母さんらしくないよ。母は翔子さんの前まで引き返すと、乗ってくださいと翔子さんに車に乗るように促した。翔子さんは素直に車の後部座席に乗り込んだ。ずいぶん長い間ああして立っていたのか、翔子さんの体は寒そうにカタカタと震えていた。それを見た母はカーヒーターの温度を上げた。車内は重い空気に包まれている。そんな中、最初に口を開いたのは翔子さんだった。どうして私を車に乗せたの？翔子さんの声に運転席の母がぴっくりと反応した。あなたには私を置き去りにする権利があるはず。それを。置き去りにする権利って何？私はただ困っている人を助けただけ。それとも過去に嫌がらせを受けた人間はその相手に親切にしてはいけないの？母の口から出た言葉に俺は言葉が出なかった。どうやら母は過去に翔子さんから嫌がらせを受けていたらしい。話は二人が学生だった頃に遡る。なんと母と翔子さんは高校の同級生だったそうだ。もともと裕福な家庭に生まれ育ったお嬢様だった翔子さんと、決して裕福ではないけれど成績優秀で何かと目立つ存在だった母。母は差別とか特別扱いをしない人だったので、誰にでも同じように接していたそうだ。お嬢様として常にちやほやされていた翔子さんはそれが気に食わなかった。おまけに生粋の明るい性格で、友人たちの中心にいる母の姿も翔子さんの勘に触ったらしい。母が友人たちの中心にいるというのは息子の俺にも容易に想像がつく。
地域バザーの実行委員や係に進んで立候補し、自ら先頭に立って指示出しをするような母だ。翔子さんは取り巻きを使って学校中に母の言われもない噂を流した。噂はあっという間に広がり、母は徐々に孤立していった。そしてその噂は教師たちの耳にも入り、母は職員室に呼び出されてしまう事態に陥ったという。誤解は解けたものの、翔子さんは執拗に母を目の敵にし続けたという。そしてとうとうたまりかねた母は翔子さんに抗議した。どうしてそんなに私に執着するの？あなたは何でも持っていて、私を目の敵にする必要なんてないじゃない。これ以上私に関わらないで。と。すると翔子さんは見たことないように怒った顔で母を怒鳴りつけたという。あんたのそういうところがムカつくのよ。あんたの言う通り、私は何でも持ってる。母親に捨てられたあんたとは違う。なのに、なんであんたはいつも幸せそうなのよ。なんでそんなに人に優しくできるのよ。そういうあんたの偽善者なところが大嫌いなの。そうまくし立てた翔子さん。母が翔子さんと話をしたのはこの時が最後だったという。母と翔子さんの過去に俺は思わず絶句してしまった。だけどその時、俺はふと腑に落ちたことがあった。小学校の時、クラスメートから無視されていた男子生徒がいた。今となってはなぜ彼がクラスメートから無視されていたのかわからない。当時俺は何も考えず、クラスメートたちと一緒にその男子生徒のことを無視して笑っていた。秋野くん、彼が俺に話しかけてきた時、俺はふいっとそっぽを向いて別の友人と話し始めた。その時彼がどんな顔をしていたか今ではもう思い出せない。しかし面白半分だった俺のその行動がひょんなことから母の耳に入ってしまった。母はなぜ友達を無視するのかと俺を問い詰めた。そして精神的にも幼かった俺に対し、俺の行動が彼をどれだけ傷つけたかということ、俺の行動はいじめであるということ、そしていじめがどれだけ最低な行為であるかということを教えてくれた。母は誰よりもいじめを憎んでいた。高校生だった母の心はズタズタに傷つけられたに違いない。他ならぬ翔子さんの手によって。どんな噂を流されても、何を言われても我慢しようと思ってた。気にしたら負けだと思ってたから。だけどあの時あなたが言った母親に捨てられたという言葉、あれだけは許せなかった。母の生みの親であるその人は、母が小学生の時家を出たと聞いている。しかしそれはそれなりの理由があり、決して母を捨てたわけではないと親戚一同承知の事実だった。その事実をねじ曲げ、捨てられたと言われた時の母の気持ちは計り知れない。次の瞬間、再び俺は驚きのあまり声を失ってしまった。翔子さんがハンカチで涙を拭っていたのだ。本当はずっとあなたに謝りたかった。あなたにしてきたひどいこと後悔してた。結婚して母親になって自分はなんてひどいことをしてきたんだろうって。あなたの家の事情は知っていたのに、母親に捨てられたなんて嘘でも言うべきではなかった。他にもいろいろ本当にごめんなさい。すると運転席で黙って聞いていた母が口を開いた。今さら謝らないでよ。正直あなたのことを許すことはできない。あなたは謝ることで楽になるかもしれないけれど、私が心に負った傷は一生消えることはない。意外な母の言葉に俺は驚いていた。さらに母は続けた。でもあなたに自分の過去を悔やんだり反省する気持ちが生まれたのならよかったと思う。翔子さんは涙を流しながらうなずいていた。その日翔子さんは俺の実家に泊まることになった。母と翔子さんは
何やら朝までずっと話していたようだけれど、何を話していたのか俺には分からなかった。分かったのは、もう二人の間に車の中で流れていたあの重い空気はなかったということだけ。母は決して翔子さんの全てを許したわけではないと思う。だけどこれからは一友人として関係を築き直していくのだろう。翌日、俺は翔子さんの呼んだ車で会社まで送ってもらうことになった。会社に着いた俺は、翔子さんが昨日あの駅にいたのはマリの策略だということを知った。ある日マリは翔子さんの日記を読んだことによって、翔子さんが自分の過去の行いを悔いていたことを知った。そして母親の過去の償いを手助けするため、独自に過去嫌がらせを受けていた被害者の居場所を調べたらしい。そして翔子さんはあの駅に降り立った。しかし将来のプライドの高さが邪魔をして、駅から動くことができなくなってしまったのだという。そこにたまたま現れたのが、仕事のため地元を訪れていた俺だったのだ。ちなみにマリが俺に仕事を頼んだことは全くの偶然とのこと。マリは翔子さんが探していた相手が俺の母親だったことは知らなかったという。そしてもちろん会社に何の成果もなく帰った俺はマリになじられた。はあ？何の成果も得られなかったですって？一体何やってんのよあんたは。マリの剣幕に今まで我慢していたであろう同僚たちが立ち上がった。佐藤さん、さすがにそれは言い過ぎです。私たちもう佐藤さんについていけません。そういった同僚たちにマリは意外な言葉を口にした。安心して、私今月末でここ辞めるから。ならあなたたちはいつまでもお互いの傷を舐め合って慣れ合っていればいいわ。突然のマリの辞める発言に社内は騒然となった。令嬢であるマリが会社を辞めるなんて信じられなかった。そして宣言通りに会社を辞めたマリは起業し、自ら会社を立ち上げた。時を同じくしてエリート街道を歩んでいた数人の社員がマリの後を追い会社を辞職。マリの立ち上げた会社に就職した。エリートではないが俺もその一人である。周りからの顰蹙を買うことが多かったマリだが、彼女の言うことはいつも正しかった。それぐらい言われなくてもできるでしょ。少しは頭使いなさいよ。と言われた彼女は、何をするにも指示されないと自分で動くことができない社員で、彼女にイライラしている社員は少なからず存在した。遅れるならちゃんと報告しなさいよ。そんなこと小学生だってできるわよ。と言われた彼は何でも自己完結してしまい、日頃の報告を怠ることが多かった。社会人ならほうれん草は常識である。彼女の言うことは正論であり、いつも会社のことを思っての発言だったのだ。その上から目線の物言いから誤解されることが多かったのだが、ちなみに俺に対する厳しい発言も確認不足や推しの弱さなど、俺に原因があるものばかりだ。マリの会社に移った後も俺は例の地元の会社に猛アタック。そして無事契約までこぎつけた。マリが立ち上げた会社が軌道に乗り始めた頃、事件が起こった。なんとマリの父親の会社が倒産したのだ。実は以前から兆候はあった。しかし危機感のない社員たちはそんなこと気にも留めなかった。マリの厳しい物言いやワンマンと感じる行動は会社のためを思った行動だったのだ。日頃から危機感を感じていて、マリの言動の意図を理解していた社員はみんなリーダーの資質や能力の高いマリの会社に移っていったし、そうでない社員は今頃大騒ぎである。ちなみにマリが会社を立ち上げた頃、翔子さんは社長と離婚していた。翔子さんは以前から会社のことを心配して社長にマリと共に進言していたらしい。しかし社長は聞く耳を持たず、女が会社のことに口出しするなと一喝。それまでも女のくせにと社長から蔑まれていた翔子さんは心に違和感を覚えたそうだ。そして
俺の母と再会した夜、母の生き方を目の当たりにした翔子さんは覚悟を決めたらしい。俺はというと、自分の母親が人の人生を動かす大きなきっかけになっていることにただただ驚くばかりだ。だけど母も一人の人間だ。心に傷を負い、それを隠しながら今まで懸命に生きていたことだろう。これからはもう少し頻繁に実家に帰省しようと思った。